皆さんこんにちは、ぽっぽーです。今日は久しぶりに胸トレの質問返しをしていきたいと思います。ある程度体重も増えないと、この魅惑のボディは難しそうですが、4年前のトリプル A から何キロ増えましたか？すごいね、嬉しい質問をありがとうございます。一番最初に胸トレを始めたのは約4年前ということで、体重を見てみると 50kg 台が多いですね。そして一番直近バストカップを測った時、F カップとワコールさんで言われた時は 57kg でした。だいたいね、プラス 7kg 体重が増えました。そしてやはり胸は脂肪でできているので少し太った方がいいのでしょうか？今それでどうしたらいいかわからなくなってて、アドバイスあればお願いしますという質問をいただきました。先ほど私がプラス 7kg だったよって言ったので、じゃあ、ただ体重を増やせばいいんだっていう風に思うかもしれませんが、ボディメイクをしていくという時、理想は出るところは出て、へこむところはへこんで、また出るところは出るっていうメリハリボディが理想ですよね。メリハリボディを作っていきたいっていう時に、欲しいところに筋肉を持っていくっていうことがとても大切なので、筋肉量の増加による体重の増量を目指していかなければなりません。4年ほど前、私がね、バストアップ胸トレを始めた時は体重 50kg だったと言ったんですけども、筋肉量が 33kg でした。そして現在ですね、F カップって言われた時は、体重 57kg で筋肉量が 38kg でした。これを見ると、プラス 5kgは筋肉量が増えたことで体重が増えたっていうのがわかると思います。筋肉の増え方のリアルとしましては、初心者さんは年に 0.5kg から 1kg 筋肉が増えたらいいんじゃないかなって言われています。初心者の時期っていうのは筋トレボーナス期って言われる時期がありまして、やればやるほど今までにない刺激に体が驚いて筋肉がどんどん成長してくれるとっても素晴らしい時期です。伸びしろがね、めちゃくちゃでかい時期になるんですね。バストを成長させていくっていう時、筋トレと食事、この2つがとっても大切です。筋トレで成長させたい部位にしっかりと刺激を入れることができると、ここに栄養くれという指令を出します。そこで食事でたっぷりの栄養を送り込んでもらえると筋肉は大きく成長します。これは筋肥大といって科学的に証明されていることなので、バストアップしたいなって考えた時、まず筋トレに挑戦してみるのはとてもいいんじゃないかなと思います。何から始めたらいいかわからない。トレーニングをどんな順番でやっていけばいいかわからないという人は、ぜひこちらの動画を見ていただけたらと思います。URL も貼っておきます。あとは骨格の質問。これもめちゃめちゃ多かったです。骨格ウェーブなのですが、胸は大きくなりますか？質問ありがとうございます。私も骨格ウェーブなんですけども、骨格が何であろうと、ここを成長させたいっていうところに筋トレでしっかり刺激を入れて、そこに十分な栄養が注がれれば、筋肉は大きく成長して体は変わっていきます。なので、胸も大きくなります。次も骨格についてとお肉がつきづらいっていう相談ですね。ウェーブなので、なかなか胸に脂肪がつかず困ってました。頑張ります。この質問にお答えしながら、筋トレでバストが大きくなっていくってどういう原理っていうところも説明させていただきたいと思います。人の体は、まず骨があって、その上に筋肉、脂肪、皮膚っていうね、こういう構造になっております。バストアップしたいっていう時には、この構造を基盤に胸を育てていってあげなければなりません。まず、骨の上に位置する筋肉ですね。ここをしっかりと鍛えてあげることで、筋肉の上にくっつく脂肪の土台作りをしていきます。土台である筋肉がこうやって成長して膨らんでくると、上についている脂肪も押し上げられて、パーンと張った状態が作られます。筋トレをすると、筋肉の土台の上に脂肪がっていう風にこの絵を見てもらうとイメージできるかなと思います。お尻でイメージしてもらっても分かりやすいと思いますが、筋トレ女子のお尻も筋肉を鍛えることで大きく成長していきますよね。高さを変えたり、厚みを作ったり、垂れたものを引き上げたりとかね。体の中で胸だけそんなことが起こらないなんてことはないです。あとは筋肉をしっかりと育ててメリハリのある女性らしいボディを作っていきたいっていう時、適度に脂肪を乗せてあげる必要もあります。ただ、闇雲に
何でも食べればいいっていうわけではなくて、筋トレでしっかりと刺激を与えた胸に栄養の行き渡る食事を送り込まなければならないんです。たっぷりのタンパク質と炭水化物と良質な脂質、これを取る必要があります。胸の土台がしっかりと育てば、今まで行き場を失ってお腹とか二の腕とかにくっついている脂肪たちや、いっぱい食べてこれからどこにつこっかなーってなってる脂肪たちをこっちだよって胸に導いてくれるようになります。次の質問に移ります。今日で2週間だけど一切変化なしのトリプル A カップです。こういった質問もいただくことがあります。筋トレをしているのになかなかバストアップしないっていう人のほとんどが栄養不足だと私は考えています。筋肉を大きく成長させるためには自分が1日で消費しているカロリーよりも多くのカロリーを摂取する必要があります。これがね、1日に自分が消費しているカロリーとは別のこの部分ですね。この余剰分のところで筋肉を大きくする分に初めて回せます。この部分。栄養を十分にとっているのに胸が成長しないという人は胸トレで適切に筋肉に刺激を与えられていないということが考えられます。バストが大きく成長しないっていう人のほとんどの原因がこの2つのどちらかになると思います。こちらのコメントでは、今、胸トレ10日目なんだけど、B の70から C の70になった。震える、明らかにでかくなってる。コメントありがとうございます。こういったコメントをいただけると、的確に胸に刺激が入れられて、そこに十分な栄養が注がれているんだなというのがわかります。だいたい9割方、これでバストアップのお悩みは改善できると思います。残りの1割は睡眠不足だったり、ストレスが多かったり、アルコールで肝臓を酷使しすぎているなど、あとはね、姿勢がちょっと悪すぎるとか、そういったことが挙げられると思います。次の質問です。ポポさんの食事も気になります。胸周りの骨見えなくなりましたよね。それは筋トレだけではないですよね。私も頑張りたい。質問いただきありがとうございます。食事をいっぱい取るようにって言われても、何をどのぐらい取ればいいかっていうのは難しいですよね。こればっかりは一人一人個人差があって、あなたはこれっていう風に、このね、YouTube の動画で断言できないんですけども、だいたい今までオンラインでパーソナルトレーニングをやらせていただいて、あくまで平均でざっくりとしたイメージでお話しさせていただくと、女性はだいたい1日のね、栄養の摂取量を2200キロカロリー以上摂取してあげると良いと思います。これはね、本当にざっくりなんですけども、タンパク質は100グラム以上、炭水化物は280グラム以上、脂質は60グラム以上っていうのを筋肉を大きくしてバストアップしていくっていう増量期には取っていってあげてほしいなと思います。自分が普段何をどのぐらい食べているかっていうのを把握するっていうのはボディメイクでもめちゃめちゃ大切なことですので、カロミルっていう無料のアプリがあるので、それで自分が普段何をどのぐらい食べているかっていうのを記録してまず見てみるっていうのがいいと思います。で、実際やってみると私が今言った2200キロカロリー、ここを満たしている方っていうのはかなり少ないと思います。逆にもう満たせてるっていう人は筋トレの才能ですね。美ボディを作る才能があるので、今すぐ筋トレをやってください。体ね、ガンガンに変わってくれると思います。そして、今説明した増量期をしっかりと設けて、バストを十分満足いくぐらいまで育て上げたら、次は減量期に入っていきます。減量期ではできるだけバストを残しながら、いらない脂肪ね、ここら辺もうちょっと削ってメリハリ出していきたいなとか、より凹凸、メリハリを際立たせていくための減量期に入ります。バストアップした先の段階になりますね。トレーニングについての質問もいただいていて、なんかどれしても二の腕に効いている気がして、胸に力を入れるのがわからないです。コメントいただきありがとうございます。トレーニングについて胸の効かせ方全然わからないっていう質問も結構多くいただきます。私のトリプル A カップの頃、胸トレを一番最初に始めた時の映像をね、今見て思うんですが、なんだこのフォーム。首、肩、腕にしかそれ効いてないよっていうフォームなんですね。最初はみんな平等にわからないので安心してください。特にね、最初始めたての時は腕、
使っちゃいますよね。二の腕は日常生活の中でも活躍することが多い部位ですので、なんか持ち上げる時とかも筋肉を使うっていう感覚が自然と身についています。なので最初、胸を鍛えるんだって思っても、腕の筋肉にね、依存してしまうのはしょうがないことで、最初は腕の筋肉に頼ることが多いんですけども、その中でも、ここを使いたいんだ、ここを使いたいんだっていう風に意識しながらトレーニングを行っていくことで、徐々にね、胸の筋肉を使えるようになってくるんですよ。胸の筋肉なんて普段使わないですから、わからない中でもね、ここ大きくしたいんだ、ここを使いたいんだっていう意識して使い続けるしかないんです。そしたら私はこの12日目でね、なんか胸に効かせる感覚分かってきた気がするっていうのを言ってます。なんか胸に力が入れるところ分かってきた気がする。ここら辺。その感覚がつかめてきたらもうこっちのものです。どんどん胸を使うのが上手になってきます。そうすると腕よりも今度胸が使えるようになってきて、胸メインでトレーニングを行えるようになります。今まであまり使われることのなかった筋肉は、脳と筋肉をつなぐプラグが一部抜けている状態です。この状態の筋肉は脳からの指令が届きにくく、筋肉の働きが悪くなっています。トレーニングこれで合ってるのかな？腕にしか効いてない気がするなって思いながらも、胸を意識して継続し続けることで、毎日続ければサボり筋を働き筋に変えることができますよ。次の質問です。たくさん投稿してくださっているお尻トレや胸トレによって引き締まったお体は、特に胸とか柔らかいままカップ数が上がるのでしょうか？筋肉によってカップ数が上がる、ヒップアップするイコール硬いお胸、お尻になるというイメージがあって、少し怖くて踏み出せていません。質問をいただきありがとうございます。筋肉でね、育てた胸は硬いのかっていう質問をいただくことも多いんですけども、こんな感じで柔らかいです。お尻もね、柔らかいですよ。張りのある柔らかさですね。お尻もおっぱいも。筋トレで、ボディメイクしていくと、張りはあるし、脂肪のね、蓄えもあるので、柔らかさもあるという感じです。食事とトレーニング。この2つですね。これを地道に続けていくことができれば、これで着実に結果を出すことはできるんですが、遠回りなしでしっかりと結果を出していきたいっていう人は、概要欄に貼ってある私のオンラインパーソナルに連絡していただけると幸いです。それでは無理なく楽しくマイペースにボディメイクを一緒に楽しんでいきましょう。またね。